はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。家で料理するときに一からカツオや昆布で出汁を取っている人ってどれくらいいますか？出汁を取るのはめんどくさいから出汁の素を使う人も多いですよね。その出汁の素に化学調味料が入っているかもしれませんよ。それでは早速やっていきましょう。今日はスーパーで売っていた旨味調味料の代表的なものを買ってきました。画面向かって左から味の素が販売している味の素、同じく味の素から販売しているハイミー、三菱商事ライフサイエンスから販売されているいの一番です。スーパーの出汁コーナーなどに陳列してあるので見たことある人や買ったことある人も多いですよね。旨味調味料は別名化学調味料と呼ばれたりします。アメリカだと MSG と呼ばれています。なんとなく化学という名前から怪しそうで敬遠している人もいるかもしれません。主に旨味の成分は3つで、昆布やトマト、玉ねぎなどに含まれるグルタミン酸、肉や魚に含まれるイノシン酸、椎茸などに含まれるグアニル酸です。この旨味の成分は日本の科学者池田菊苗氏が1907年に発見したものです。それまで基本の味は塩味、甘味、酸味、苦味の4つと言われていましたが、第5の味として昆布から抽出した旨味成分グルタミン酸塩を発見しました。1909年、味の素として販売を開始したのが旨味調味料の始まりです。化学調味料とは昭和30年代に NHK が番組の放送内で商標権を扱うことを回避するために使用した名称と言われています。実際これらの味の素やハイミーなどはサトウキビやキャッサバ、トウモロコシなどの糖蜜を主原料として作られる自然由来の食品です。なんとなく化学調味料と聞くと危なそうですよね。現在は旨味調味料と呼ぶのが一般的ですと、ここまでは聞いたことある人もいるかもしれませんが、実際旨味ってどんな味か分かっていますか？正直自分はグルタミン酸とイノシン酸、グアニル酸の味の違いを分かっていません。それぞれの食材を食べ比べたら味の違いは分かりますが、旨味と言われると急に難しくなりますね。ということで今日はこの3つを食べ比べてみて、旨味とは何なのかを実際に確かめてみます。裏面を見てみると、味の素はグルタミン酸ナトリウム 97.5%、イノシン酸ナトリウム 1.25%、グアニル酸ナトリウム 1.25%、ハイミーはグルタミン酸ナトリウム 92%、イノシン酸ナトリウム 4%、グアニル酸ナトリウム 4%。味の素と入っているものは一緒ですが、配合が違うようです。味の強さは味の素の 2.5 倍だそうです。いの一番、グルタミン酸ナトリウム 92%、リボヌクレオチドニナトリウム 8%、また味の素などとは違う成分が出てきましたが、リボヌクレオチドニナトリウムとはイノシン酸ナトリウムとグアニル酸ナトリウムを配合したものです。入っている内容的にはハイミーといの一番は同じですね。それぞれ容器に出してみましょう。これが味の素です。透明感のある結晶で細長いです。口に含むとじゅわっと舌の上に広がるようなものを感じます。これが旨味ですかね。少し塩味も感じます。これはハイミーです。味の素に似ていますが若干粉っぽいですかね。味としては味の素に似ていますね。現段階で旨味が 2.5 倍かと言われるとわからないです。これがいの一番です。これだけ見た目が全然違いますね。なんだか駄菓子のラムネ菓子のような見た目です。一番塩気を感じますね。このまま食べるとまさにラムネ菓子のようにシュワッと溶けてなくなる感じで、一番舌に感じる味が強いです。それでは今日は焼いた肉、チャーハン、味噌汁にかけて料理に使用した場合、どれが一番旨味があるのか検証してみます。フライパンに油を引いて鶏ももを入れて焼いていきます。特にこの段階で味付けなどはしません。焼ければ完成です。次にフライパンに油を引いてニンニクとネギを炒めます。卵を加えてご飯を入れて全体を炒めたら胡椒と塩だけで味をつけます。お皿に盛って完成です。この段階で使っている塩には特に旨味調味料は含まれていません。塩でも味塩などは旨味成分が加えられています。塩コショウなども旨味成分が入っていたりするので気になる方は注意してください。次に鍋にお湯を沸かして味噌を溶かします。もちろんこの味噌にも旨味調味料は入っていません。旨味調味料の入った味噌などもあるので気になる方は注意が必要です。味噌を溶かしたお湯にわかめとネギを加えて完成です。
ただの味噌の汁ですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは鶏もも肉から食べてみます。まずは何もつけないで食べてみましょう。なるほど。肉自体に旨味がありますね。それでは塩と各種旨味調味料を振りかけて食べてみます。こうやって比べてみると、ハイミーは味の素よりも口の中で広がるうまさがありますね。直接かける場合だと、いの一番が粒的に一番塩気を感じるので、旨味が強く感じます。それでは次は味噌汁を飲んでみましょう。まずは何も入れていない状態で飲んでみます。奥行きがないというか、味噌を溶かしたお湯って感じです。物足りなさがありますね。それではそれぞれ旨味調味料を加えて飲んでみましょう。味の素でも何もしていない味噌汁と比べると一気にコクが出ますね。特にハイミーがだしっぽいというか、味噌汁に合っている気がします。これはイノシン酸とかグアニル酸の効果ですかね。いの一番はハイミーに近いです。次はチャーハンです。それぞれに旨味調味料を振りかけます。まずは何もしていないチャーハンを食べてみましょう。これだけでもチャーハンになっていますが、もし旨味調味料を入れないなら肉系の具材とかを入れたいですね。玉ねぎとか椎茸を刻んで入れるのとかもいいですね。それではそれぞれ食べてみます。チャーハンは分かりやすいですね。一番変化がある気がします。味の素が一番合っていますね。すべて少量をかけたり溶かすだけで一気にコクや旨味が変わりますね。こういった旨味調味料ってどうしても毛嫌いされている気がしますが、味の素やハイミー、いの一番などを食べていないけど、実は知らず知らずに食べているかもしれません。だしの素やコンソメ、中華スープの素、他にもお菓子やカップ麺、お弁当、レトルト食品や冷凍食品、タレや缶詰、味塩や塩コショウなんかも裏面を見てみるとアミノ酸等々記載があったりします。それは同じように旨味調味料が入っている商品です。味の素は体に悪いとか言っている人の中にも、普通にお菓子やお弁当は食べている人もいるので不思議です。何も考えずに旨味調味料を避けて生活するのは本当に難しいです。自分はよく言いますが、何でも取りすぎは良くないので、適量を守って使用したいですね。適量を守って使用する分には調理の手間が省けたり、時間を有効的に使うこともできます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。旨味調味料いかがでしたか？自分で調べてどんなものか理解して必要な分だけ使用することが大事ですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。